メジャーリーグ。実に150年の歴史を誇る世界最高峰のプロ野球リーグで、年間市場規模は1兆3000億円にも上る野球人なら誰もが憧れる夢舞台です。現在でこそ大谷翔平やダルビッシュ有など日本人がトッププレイヤーとして君臨しているメジャーリーグですが、わずか30年前まではメジャーリーグと日本球界とではレベルの差は歴然としており、まさに雲の上の世界で日本人がメジャーで通用するわけがないという考えがごく当たり前のように浸透していました。そんな中で迎えた1995年、ある一人の英雄が道を切り開き、現在までの28年間に及ぶ日本人メジャーリーガーの歴史の幕が開かれるのでした。野茂英雄。26歳で海を渡り、日本人メジャーリーガーのパイオニアとして衝撃的な活躍をしました。トルネード投法と呼ばれるダイナミックなフォームから繰り出される150キロ台の速球を軸に、消える魔球と称されるフォークボールを織り交ぜ、メジャー初年度に新人王と最多奪三振のタイトルを獲得。その後はメジャー屈指の先発投手として通算123勝、ノーヒットノーランも2度達成しました。野茂の渡米前まで長らく固定観念として根付いていた日本人はメジャーリーグで通用できないという印象を完全に覆し、日米球界の歴史を大きく動かしました。野茂英雄が渡米する以前は野球留学という名目で日本人選手がアメリカのマイナーリーグに参加することはしばしばありました。マイナーリーグとは日本野球に言い換えると2軍や3軍、そして独立リーグに相当します。野茂からかなり遡りますが、1964年には南海ホークスの村上正則も野球留学でマイナーリーグに参加。日本でも実績のない村上はあくまで研修生のような位置づけでの渡米でしたが、チーム状況の兼ね合いでメジャー登板も果たしており、日本人として初めてメジャーのマウンドを踏んだ選手となりました。ただこの村上氏のケースは特例中の特例であり、大前提として当時は日米で野球レベルの差が大きすぎたためメジャーリーグを目指す選手はほとんどおらず、加えて海外移籍に関する契約制度も整備されていなかったため、そもそも野球レベルが違いすぎることに加え、挑戦したくても生き方が定まっていないという2つのハードルがあり、特例の村上氏を除いてメジャー移籍を果たした選手は1人もいませんでした。200勝投手の江夏豊氏や3度の三冠王に輝いた落合博満氏は数少ないメジャー希望者だったものの、結局はこの2つの理由でその夢が叶うことはありませんでした。そんな状況下で94年オフにドジャースへの電撃移籍を果たした野茂英雄はどのようにこの道をこじ開けたのでしょうか。日本時代は近鉄のエースとして4年連続の最多勝最多奪三振を獲得するなど無双状態で、年齢も26歳と脂が乗り切る前の状態。この勢いでのメジャーリーグ挑戦を夢見ていました。93年に日本では FA 制度が導入されたため、一応制度上では FA の権利さえ取ればメジャー挑戦できる状態にはなっていたものの、野茂の FA 権取得は33歳とまだまだ先であり、何よりも当時は所属球団が一選手の夢を後押しするという風潮はまるでなく、この野茂英雄という看板選手を手放すわけがありませんでした。そこで野茂は敏腕代理人ダン野村氏とタッグを組み、全盛期のうちにメジャー移籍できる手段がないかを画策。ダン野村は NPB の野球協約と日米協定、さらには日米の法律も照らし合わせるなど研究を重ね、たった一つだけメジャー移籍への抜け道があることを発見します。それは所属球団から任意引退の勧告を受ければ日本ではプレーできなくなるもののメジャー球団とは契約可能というもので、簡単に言うとグレーゾーンに見えるが違反はしていないという渡米方法です。その抜け道を見つけた野茂は94年オフ、球団からの任意引退勧告を誘導するための手を打ちます。まずはこの年の契約更改で球団からの提示額を拒否し、逆に巨大な複数年契約を要求。さらにかねてから球団に不信感を抱いていたことや、当時の鈴木啓治監督にも不満があったことなどを打ち明けます。大エースだったとはいえ、このあまりに強気な態度に近鉄フロントは球団の提示内容でサインしなければ任意引退になり日本でプレーできなくなると勧告。
当時は所属球団と一選手とのパワーバランスに偏りがあり、球団側が強気な契約条件を押し付けるという風潮もあったため、近鉄サイドとしては任意引退をちらつかせ、渋々サインさせようという思惑があったようですが、野茂は計画通りと言わんばかりにこの任意引退を即答でのみ、アメリカから見ると所属球団のないフリーの選手となったことで、晴れてドジャースとの契約を勝ち取りました。しかし当時の日本メディアはこの夢への挑戦を大バッシング。規約違反ではないにせよ、やや強引な移籍に移ったことと、前例のないことへのチャレンジを否定しがちな日本特有の国民性もあり、裏切り者、恩知らず、非国民と散々な叩かれようで、これは野茂だけでなく代理人の檀野村氏に対してもそうでした。その状況で海を渡った野茂は、動画冒頭で挙げた通りエース級の大活躍で野茂マニアと呼ばれる熱狂的な現地ファンを作ると、1年目からオールスターの選抜投手を務めるほどのアメリカのスター選手へと駆け上がりました。この活躍を受け、日本のマスコミも手のひらを返したように英雄扱いをし、この野茂の功績は現在まで多大なる影響を及ぼしています。代理人を務めた檀野村氏もこの野茂を皮切りに、2年後には伊良部秀樹のヤンキース入団も支援。所属球団ロッテの上層部と確執のあった伊良部は、メジャー移籍にあたっては野茂以上に様々な問題が絡み合い、パドレスやヤンキースを巻き込んで契約交渉が難航しましたが、最終的にはヤンキースとの契約を勝ち取り、伊良部の子供の頃からの夢だったヤンキース入団が実現しました。このように日本人選手が華々しくメジャーで活躍できた裏では、黒子として日米の球団間、そして選手と所属球団とを取り持った檀野村氏の功績は計り知れず、この野茂、伊良部から現代に至るまで多数の選手の代理人を務め、陰ながら日米の架け橋となっています。野茂のセンセーショナルな活躍、そして伊良部の移籍も相まり、97年から99年にかけて日本人投手でメジャー移籍を希望する選手が続出し、その一人である佐々木主浩も2000年にマリナーズに入団すると、1年目からクローザーとして37セーブを挙げ、日本人では野茂以来となる新人王を獲得。そこから3年連続35セーブ以上を記録するなど、クローザーとして存在感のある活躍を見せ、アメリカでも大魔神と呼ばれていました。その他にも木田正夫や大岡智和など、野茂の成功から5年間で9人もの日本人メジャーリーガーが誕生し、長きにわたり誰も挑めなかったメジャーリーグにものの数年でこれだけの選手が挑戦することになり、メジャーリーグ目線でも日本人がメジャーで通用するということが徐々に認知され始めていました。ただここまで移籍した9人全員が投手であり、野手についてはまだ前例がない状態が続いており、これはアメリカでは体の大きいパワーヒッターを主体に打線を組む傾向が強いためで、このスラッガーたちに紛れて線の細い日本人野手がメジャーの地で成功することなど到底不可能なのではないかという論調が根付いていました。あの選手が海を渡るまでは。鈴木一郎。日本球界では7年連続の首位打者、通算打率は3割5分3厘とまさに敵なし状態で、打撃のみならず守備走塁も球界最高レベルというスーパースターでした。イチローは96年の日米野球以降メジャー移籍を熱望しており、4年がかりで球団と仰木監督の了承を得ます。そして2000年オフ、 FA ではなくポスティングシステム、いわゆる入札制度でのメジャー移籍を果たしました。このポスティングシステムとは、 FA 権を持たない選手でも球団の承認があれば海外移籍できるという制度で、野茂や伊良部の移籍経緯を受け導入され、イチローが初めての講師となりました。この制度はオークションに似ており、入札価格が最も高かったチームが獲得でき、結果的にシアトルマリナーズが最高額の1300万ドルで落札。日本人野手初のメジャーリーガー誕生の瞬間でした。ただ前述の通り、イチローは身長180センチとメジャーとしては小柄な部類で、何よりも初めての日本人野手だったため、どこまで通用するか懐疑的な意見が多く、当時のマリナーズ監督もうまくアジャストすれば2割8分以上は打ってくれるだろうと控えめな予測をし、現地メディアでもアメリカに来なければ日本でスーパースターのままでいられたのになぁとメジャー挑戦自体を酷評。野球評論家のロブ・ディブル氏に至っては、イチローは通用しない。もし3割打てたら水着でタイムズスクエアを走ってやる。首位打者なら裸で走ってやる。と現地シアトルの紙面で痛烈な評価を下し、さらにはマリナーズファンでさえも練習中のイチローに対し日本に帰れという心ない声を浴びせていたそうです。この逆風の中でイチローという外野手はメジャー1年目どのようなシーズンを送ったのでしょうか。
まず開幕戦で2安打を放つ幸先のいいスタートを切ると、春先からヒットを量産しまくり、4月5月の月間最優秀新人賞を獲得。その後もペースダウンすることなく打ち続け、8月時点で200安打達成と意味不明なハイペースを維持し、最終的にシーズン242安打を記録。これはマリナーズの歴代最多記録であり、さらにメジャーの新人選手での歴代最多記録でもあり、新人という枠を取ってもメジャー史上9位という記録でした。打率は3割5分、盗塁は56個で首位打者と盗塁王を獲得し、ゴールドグラブ賞、シルバースラッガー賞もダブル受賞。文句なしの新人王に加え、球団 MVP、そしてリーグ MVP に輝くという総なめ状態でした。得意コースと苦手コースを示すホットゾーンでも、このように3割5厘で苦手コース扱いされるという完全に基準がバグった成績を残しました。この年のマリナーズはイチローや佐々木の活躍もあり、メジャー歴代最多となる116勝を挙げ、驚異的な強さで地区優勝を果たしました。イチローはこの圧倒的な打撃成績に加え、守備でも衝撃を与え、ホームランボールでさえもキャッチする広大な守備範囲はエリア51と形容され、スーパーキャッチを連発。さらにその強肩で幾度となく走者を刺し、ボールがライトに飛ぶだけで球場全体が湧くような名手となっていました。走攻守全てで全米に衝撃を与え、加えて美しいプレースタイルと選手としてのカリスマ性も相まり、現地でのイチロー人気は尋常ではなく、1年目からオールスターのファン投票では全選手でトップの得票となり、ルーキーイヤーから MLB 最高選手としての地位を手にしました。この社会現象を巻き起こしたイチローを受け、開幕前に酷評していたロブ・ディブル氏は、公約通り魔風のタイムズスクエアをパンツ姿で走る羽目となっています。イチローは翌年以降も変わらぬ活躍を続け、2003年まで3年連続で3割30盗塁、200安打も達成。オールスターファン投票も3年連続全選手で最多の得票と、メジャーリーグで最高の人気選手という位置づけを確かなものにしました。そしてそんな2003年には日本球界を代表するスラッガーだった松井秀喜もメジャーに挑戦します。遡ること4年前、ヤンキースタジアムで MLB の試合を観戦した時から近い将来でのメジャー移籍を考えており、球団もヤンキースを第一希望としていました。その希望通り、ヤンキースと総額2100万ドルで契約し、5番打者としての起用を明言されます。渡米前年は50ホームランを記録するような日本最強打者のメジャー挑戦ということもあり、ファンの期待は日米ともに非常に高く、松井がメジャーで何本ホームランを打つのか注目されていました。しかし、初年度は MLB 特有のストライクゾーンや過密日程で好不調に波があり、最終的に16本塁打にとどまりました。それでもチームメイトからの評価は高かったようで、キャプテンのデレク・ジーターは、秀樹の勝利への姿勢、フォアザチームのプレースタイルは誰もが見習うべきであると称賛し、個人記録よりもチームの勝利を最優先するという日本時代からのプレースタイルを貫き、16本塁打ながら106打点を挙げ、点を取るための最善の打撃を徹底しました。松井本人はメジャーでは自分は中距離打者と評していましたが、それでも2年目の2004年には環境への適応を見せ、当時の日本人最多記録となる31ホームランを放つなどキャリアハイの数字を残し、この年からは4番に座る試合も増え、実力でヤンキースの4番打者というポジションをつかみ取りました。このイチローと松井が活躍する裏では、新庄剛志と田口壮も野手としてメジャー移籍を果たしており、不動のレギュラー獲得とまではいかなかったものの、高い守備力と勝負強い打撃を武器に優秀なバイプレーヤーとしてチームに貢献しました。一方、イチローに話を戻すと、2004年にはそのバッティングがさらに火を吹きます。すでに現役最高のリードオフマンとして位置づけられていたイチローは、この年は特に驚異的なペースで安打を積み重ね、8月には4試合で14安打、9月にも2試合9安打を記録するなど誰も止められない状態となり、最終的にシーズン262安打を記録。これは長いメジャーリーグの歴史で最多記録となり、不滅の記録とされていたジョージ・シスラー氏の記録を84年ぶりに塗り替え、歴史的偉業を成し遂げた選手のみに贈られる MLB コミッショナー特別表彰を授与されました。これで2001年と加えてシーズン安打記録の歴代トップ10に2度も名を連ねたことになり、100年前のおじいさま方の中に1人だけ2000年代の青年が紛れ込んでしまうというタイムトラベル状態となりました。それほどまでに近代野球においては異次元の傑出度を誇っており、この年の打率3割7分2厘は21世紀のメジャーリーグで最高の数字であり、動画投稿時点でも破られていません。現地の CM でどうすればそんなにヒットを打てるのかを問われたイチローは、誰もいないところに落とすだけさとさらりと回答しています。
このイチローの衝撃的な活躍に加え、松井もヤンキースの中心選手になったことで風向きも変わり、日本人バッターもメジャーでも通用できるという見方が強くなり、獲得に前向きなメジャー球団も徐々に増え始めます。これにより投手、野手と関係なくメジャー契約を勝ち取りやすくなったのですが、そこには世界最高レベルの野球リーグという厳しい現実が待ち受けており、このイチローと松井がいかに異次元の存在だったかを思い知らされることになるのでした。2000年代中盤の日本球界に目を向けると、飛びやすいラビットボールが採用されていたこともあり、ホームランが出やすい環境となっていました。松井一夫や井口資仁、岩村明則は日本では30本以上のホームランを打てる長距離打者で、さらに足も速く強肩で守備もうまいという5ツールプレイヤーであり、内野手としての成功を夢見てメジャーへ挑戦します。しかしながらこと内野手においては、日本人と欧米人との体のサイズ、バネ、肩の強さというフィジカル的な差が外野手以上にダイレクトにプレーに影響しました。2004年に日本人初のメジャー内野手となった松井一夫もその壁にぶつかった一人でした。入団当初は日本時代と同じショートでの起用が続きましたが、エラーが非常に多く、ショートよりも守備負担の軽いセカンドにコンバートされます。打撃面では日本時代の面影を感じないほどにスケールダウンしてしまい、2桁ホームランは一度も記録できず、その上で故障も多かったため、3球団を渡り歩きながらチームの中心選手になることなく日本球界に復帰しました。そして井口資仁に関しては、日本時代からバッティングスタイルを転換させ、右打ち、犠打、盗塁など小技を効かせたつなぎ役の2番打者としての働きを見せ、2年連続で打率2割8分前後、2桁本塁打に2桁盗塁を記録。日本時代のような圧倒的な成績ではなかったものの、レギュラーを張れるレベルの成績は残し、ワールドシリーズ制覇に貢献しました。またヤクルト時代には三塁手として44ホームランを記録した岩村明則も、デビルレイズに行くとセカンドにコンバートされ、長打の少ない俊足巧打タイプとしての役割に徹しました。打撃成績は控えめでしたが、数字以上にチームに貢献しており、当時在籍したデビルレイズは若い選手が多かったため、岩村は内野のリーダー的存在としてチームを牽引、球団史上初の地区優勝に貢献しました。ただその翌年、セカンド守備の際に走者から危険なスライディングを受け、靭帯断裂の大怪我を負い、この年以降は打撃成績がさらに下落。メジャー在籍は4年間のみで日本に復帰しています。そして2006年にマリナーズに入団した城島健司は MLB 初の日本人キャッチャーとして、言語の壁がある中で正捕手の座をつかみます。打者不利とされるセーフコフィールドを本拠地にしながら、初年度はこのような9大点以上の成績を残し、新人王投票でも4位に入りました。ただ翌年以降は成績を下げ、ホームランは在籍4年間で平均12本とまずまずではあるものの、日本時代と比べると半分以下に減少。またキャッチャーとしてのリード面もチーム内では厳しい評価を受けていました。これは日米の文化の違いも大きく、日本の野球ではキャッチャーがグラウンドの司令塔となり、投手に指示を出しリードするのが常識なのに対し、メジャーでは投手主体で配球を決め、自信のある球種をどんどん投げ込むスタイルがほとんどで、ここにフィットできなかったのか、マリナーズ投手陣と噛み合わないシーンが目立ち、特に最終年ではこのように城島がマスクをかぶった試合のみ大幅に防御率が悪化、与四球も増える結果になりました。リード面では厳しい評価だったものの、ジョーバズーカと呼ばれるその強肩はアメリカでもトップクラスであり、2007年の盗塁阻止率は驚異の4割6分5厘でメジャートップの数字をマーク。さらにホーム突入のタックルを受けても屈強な肉体で幾度となく得点を阻み、フィジカル面では現地でも全く引きを取っていませんでした。その上で2桁本塁打を記録できる打力も持ち合わせていたため、日本人初のキャッチャーとしては大きな爪痕を残しており、今後城島クラスの結果を残せる日本人捕手は当面の間は出てこないかもしれません。そんな中、2008年にカブスへ移籍した福留孝介は外野手だったこともあり、契約時の評価は高く、イチローと松井を足して2で割った選手と期待されていました。契約金も4年総額4800万ドルとイチロー、松井の初年度を上回っており、背番号も1をもらえます。開幕戦3点ビハインドで迎えた9回裏、福留は起死回生の同点スリーランを放つという鮮烈なデビューを果たし、この衝撃的な開幕戦ホームラン以降も一定の活躍を見せ、新人ながらオールスターにも選出されたものの、後半は大失速。
最終戦ではカブスファンから大ブーイングを浴びせられるほど絶不調に陥り、大歓声を受けた開幕戦とは対照的な立場となってしまいました。さらに監督からも福留を見放すような発言が発表されるなど、結局メジャー在籍5年間で3球団を渡り歩き、シーズン平均は2割5分8厘8本塁打と、福留もメジャーの高い壁を越えることはできず、日本時代とは別人のような成績になってしまいました。これら日本人野手が苦しむ中で、先駆者のイチローと松井秀喜は順調にメジャーでのキャリアを積み上げていました。松井は左手首の骨折があったものの、7年間ヤンキースの主軸として活躍を続け、4度の100打点を記録。2009年のワールドシリーズでは6試合で6割1分5厘、3ホームラン8打点と打ちまくり、ヤンキースを9年ぶりの世界一に導くとともに、日本人として初のワールドシリーズ MVP を受賞しています。この年松井はシーズン全体でも28ホームランを打っていましたが、ヤンキースはこの年限りで松井との契約を解除。この球団判断にはヤンキースファンはもちろん、松井本人も非常に残念がっていましたが、メジャーリーグの特徴の一つでもある年齢や年俸、貢献度を総合的に判断し、非常な形になったとしても首が切られる世界であるということをまざまざと見せつけられた出来事でした。そしてイチローに関しては、もはや歴史上最高クラスの安打製造機として数々の記録を樹立。打率3割、200安打、25盗塁、ゴールドグラブ賞、オールスター出場を全て10年連続で達成し、100年近く破られていなかった継続記録を次々と更新。メジャー150年の歴史の中でも史上2位の速さで2000安打も達成しており、現役ながらすでにレジェンドとして扱われていました。また第1回、第2回の WBC にもチームリーダー的な立ち位置で日本代表に入り、韓国との決勝戦では神の一打と呼ばれる伝説的な勝ち越しヒットも放っており、日本の2大会連続優勝に大きく貢献。国民的スーパースターと呼ぶにふさわしい活躍を続けていました。2000年代の好きなスポーツ選手ランキングでは、このイチロー松井が長らく上位に君臨し続け、やはり世界舞台でも活躍しているこの2人は野球界の中でも別格という要素を確立していました。このように90年代は野茂英雄、2000年代はイチローと松井がメジャーでもトップクラスの活躍を見せましたが、その裏ではある先発投手が50億円以上を投じて獲得されたものの、壊滅的で絶望的なピッチングを続け、日本人選手の評価はこの後ジェットコースターのように乱高下していくのでした。